インフィニット・ジャスティス・ガンダムのプラモデル進化の歴史。2020年5月23日、ガンダムプラモデルに新しいモデルが登場した。それが HGCE 機動戦士ガンダムシードデスティニーインフィニット・ジャスティス・ガンダム144分の1スケール。これはハイグレードモデルでありながら精巧に作られたプラモデルとなっていて高評価を得ている。しかしこのキットが誕生するまでにはインフィニット・ジャスティス・ガンダムは計6商品が発売され、うち4商品がプラモデルだった。今回インフィニット・ジャスティス・ガンダムのプラモデルが今に至るまでの進化の歴史をご紹介しよう。まず本機が登場する機動戦士ガンダムシードデスティニーは2004年10月9日から2005年10月1日まで公開された作品だ。そのため作品と並行して最初に発売されたプラモデルが HG144 分の 1ZGMFX19A インフィニット・ジャスティス・ガンダム機動戦士ガンダムシードデスティニー。発売日2005年8月24日。機体の新型モビルスーツ早くも登場。大型リフターを忠実に再現。可変機構を再現しモビルスーツ本体の上部にジョイント可能。機動戦士ガンダムシードデスティニーに登場するインフィニット・ジャスティス・ガンダムの HG シリーズ144分の1スケールのプラモデル。大型バックパックの翼は開閉式で頭部差し替えによりスムーズにフライング形態の再現が可能。大型リフターのビーム砲や機首部分の可変機構など細部の可動もリアルに再現する。付属の台座により飛行形態スタンディング形態を再現可能。同プラモデルはこの謳い文句とは裏腹に作品の放送と合わせての発売ということもあり、まだ造形に甘いところがあったりした。実際に購入者からは造形は全体的にかっちりしていて好感は持てる。しかしどうも全体的に作りが小ぶりなようで、同シリーズの他の機体に比べると線が細く迫力に欠ける。アニメでは関節部分が銀色になっているが違う。象徴的な武器であるサーベルの連結によるアンビデクストラスハルバードモードにできない。アニメのような大胆な可動域がない。シールドのビームのクリアパーツも本来はピンクであるはずなのにビームシールドと同じ色。シールドの形状がアニメと違う。頭部のサイズがやや大きい感じがする。などなどアニメ放映中であるためアニメでの印象が強いのでギャップを感じたようだ。購入者からすると全体的に見た目はいい感じだった。だがディティールに甘さがあった。次に発売されたのがアニメ終了後にリリースされた100分の1インフィニット・ジャスティス・ガンダム機動戦士ガンダムシードデスティニー。発売日2006年5月18日。アスランザラ専用機。肘関節に新可動機構を取り入れることで100分の1シリーズでの三重関節を表現。さらに背中に搭載しているファトゥブは肩口へ跳ね上がりウィング開閉飛行形態への可動はジョイント連動する。ポージングバランスを良くさせる可動ポイントを各部に追加。ビームサーベルビームライフルシールド握り手2個平手1個が付属。ここで100分の1スケールなのでマスターグレードかと思われるかもしれないが異なる。そのためほとんどハイグレードを大きくしただけのようなプラモデルであった。購入者からも見た目はいいが可動域がマスターグレード商品に比べて狭く可動域がいまいち。ビームライフルなどいくつかの色分けがアニメと異なっている。ポージングの際にファトゥム01が重すぎるので工夫が必要。作中のバトルを再現するのが難しい。特に足がそこまで曲がらないし上がらない。マスターグレードと勘違いして買ってしまったなどの意見があった。そして何よりアニメであれほどダイナミックな動きをしていたインフィニット・ジャスティス・ガンダムであるがゆえに可動域の狭さは痛かった。特にデスティニーガンダムを倒す時の蹴りはファンなら再現したいという気持ちが強いので蹴りポーズが取れないという意見は特に納得である。ちなみにこれをマスターグレード級のかっこよさにブラッシュアップするべく全国のモデラーたちは発売中のマスターグレードとミキシングして素晴らしいプロポーションのインフィニット・ジャスティスを作り上げていくのである。ここまで2つのプラモデルを発売したがアニメとのギャップに苦しんでいた歴史がインフィニット・ジャスティス・ガンダムのプラモデルにはあった。そして
月日は流れ、ついにマスターグレード100分の 1ZGMFX19A インフィニットジャスティスガンダム機動戦士ガンダムシードデスティニー発売日2008年10月25日テレビ設定をもとに機動戦士ガンダムシードデスティニー作画監督である重田聡氏の協力により設定形状を追求特徴である蹴り技を再現するため股関節サイドアーマー部に新ギミックを導入リフターの翼はエンジンダクトユニットのサイドスライドに連動し展開可能またエンジンダクトユニット及び翼は水平面から傾斜させる可動ギミックを搭載エンジン部のスラスターは最大出力時に稼働するギミックを再現付属武器ライフルサーベルシールドビームシールドグラップルスティンガー部族エフェクトサーベルビームブレイド脚部翼ビームブーメランビームシールド付属フィギュア100分の1サイズのアスランザラコクピット用タチポーズアクションベース専用ジョイント付属モビルスーツとリフター単独での展示が可能ついにマスターグレードでインフィニットジャスティスガンダムが再現されたしかもこのプラモデルでは実際にアニメの作画監督を手掛けていた重田聡氏が参加されて開発したため忠実に細かな箇所まで作り込んだプラモデルになっている特にこだわっているのは可動域だったサイドアーマーの付け根のスライドによって脚部との干渉を避け90度以上に足を跳ね上げることが可能股関節が開いた状態をリアアーマーで固定するギミックを採用したことで大胆なアクションポーズも安定してキープすることができる蹴り出す際の膝からの足の曲がりにより今まではパーツ同士が当たってしまい90度くらいまでしか曲がらなかったが膝関節と大腿膝走行にスライドギミックを搭載して自然な蹴りができるように工夫されたファトゥム01の付け根がスライドすることで頭部を外さなくても砲を上下することができるリアルなフォルムを追求するために人体を意識した構造にし足首の内側と外側で非対称な形状にすることでリアルなポーズを再現可能このように可動域にこだわり機能性とリアルさを追求した設計のプラモデルとなった購入者からはアニメをよく再現されている重田聡氏がモデルの監修をしているため見栄えのするポーズが取らせやすいちょっとした塗装やマーキングシールを貼るとよりさらに映える可動域が今までの比ではない色合いがアニメのカラーとほとんど同じと反響がすごかったしかしマスターグレードは品質がとても高いがゆえに初心者が購入した時に問題が生じてしまったそしてリアルに寄らせた設計が賛否両論を生んでしまったそれが関節部が複雑でポーズを取らせにくい足首が非対称なため形状としてスリッパに見えてしまう初心者の場合メタルパーツとプラパーツの整合性を理解していないため無理な組み立てをした時に破損させてしまうそもそもマスターグレードの組み立てが難しい高品質であるがゆえに初心者には制作難易度が高いことさらにリアルにこだわったゆえのビジュアルの違和感といった問題点が出てしまったそして2020年5月23日 HGCE 機動戦士ガンダムシードデスティニーインフィニットジャスティスガンダム144分の1スケール発売日2020年5月23日機動戦士ガンダムシードデスティニーよりインフィニットジャスティスガンダムが HG 最新フォーマットで登場腰部には可動域の拡大及びポージング保持を可能にする内部構造を採用ファトゥム01の両翼は反り上がるような可動ギミックを搭載し空中戦時のシルエットを再現可能シードシリーズ特有のポージング再現用に股関節の可動域拡大ギミックを導入各種ビームエフェクトが付属ビームキャリーシールドの各形態を再現ビームエフェクトビームシールドはクリアパーツで再現リード線付属ちなみにだがこのプラモデルはただの HG ハイグレードではなく HGCE と呼ばれる最近できたブランド名で HG コズミックイラハイグレードコズミックイラの略であるこのブランドは今まで登場したプラモデルを最新の技術を使うことでさらに洗練されたプラモデルにすることを目的としたブランドだしかしこのシリーズから初めてプラモデル化される機体もあるのでこれから楽しみにしてほしい
この HGCE で新たに発売されたインフィニット・ジャスティス・ガンダムは、今までの3つのプラモデルの歴史を踏襲して設計されている。HGCE インフィニット・ジャスティス・ガンダムが開発される前、2019年10月19日に、ガンダムビルドダイバーズ、リライズでガンダムジャスティスナイトと呼ばれるジャスティスのアレンジモデルの機体が発売されている。そのため、ガンダムジャスティスナイトで採用された新しい技術が、この HGCE インフィニット・ジャスティス・ガンダムには組み込まれている。さらに、パーツの色分けも、細かく、ダクト内部などの細かい箇所は除き、成型色で、ほぼアニメと同じ配色が再現されている。ちなみにだが、フェース部分に、グレーの箇所や機関砲があるが、ここまで素組みで配色されている。プロポーションは、ガンダムジャスティスナイトをベースに設計されているので、スマートかつ、バランスよくまとまっている。可動域も、マスターグレードの技術を投影され、ファトム01を肩に乗せるときに、ハイパーフォルティスビーム砲が8の字に開くので、アンテナに干渉させることなく展開できる。本体だけでなくファトム01の完成度も高く、エンジンブロックが跳ね上がるようになっていて、翼に角度をつけることもできる。こちらも、配色が、細かく、以前のハイグレードに比べて、シャープな造形が施されている。そして、肩に乗せた時に自立できるように、重さを計算されて設計されているので、ファトム01を展開させても、自立ポーズを取ることも可能。そして、マスターグレードでの売りであった可動域の技術も、ハイグレードでありながらしっかりと再現されている。特に、股関節、足首、腰部の可動ギミックの完成度が高く、自然な蹴りポーズが取りやすくなっている。そして、アニメ同様、関節部は、フェイズシフト走行と同じシルバーに配色されているので、再現度が高い。実際に購入された方からも、原作を壊さないように、ギリギリのラインで再現されている。サーベルの連結機構、単体の絵と、連結された絵の2パターン用意することで、武装を表現している。関節部がしっかり外れにくい。可動域も広いし、武装も一式揃っている。HG なのに、色分けがしっかりしている。特に、頭部のバルカンまで色分けされている細かさ。そのため、シールも少ない。組み立てやすい。マスターグレードでの製作難易度を下げつつ、ディテールを崩さない優れたプラモデルが誕生した。最初はアニメと同時並行であったかもしれないが、プラモデルのシールドのデザインが変わってしまったり、インフィニット・ジャスティス・ガンダムの名前は、本来はナイト・ジャスティスにする予定だったが、パチンコの作品と名前が被るために名前を変更したり、いろいろあった。そして、マスターグレードでは、プラモデル市場で、初めて蹴りポーズを決めることができる機構が追加されたが、リアルさを求めて、人体のつま先を意識してデザインされた。左右非対称の構造がスリッパ形状になってしまい、賛否両論が出てしまったり、プラモデル初心者に、マスターグレードのプラモデルを作るのが難しい問題があった。しかし、今回発売された HGCE インフィニット・ジャスティス・ガンダムは、プラモデルを作り慣れた人から、これからプラモデルを作ってみようという初心者にも配慮した素晴らしいプラモデルになっているので、一つ購入してみてはどうだろうか。今回はインフィニット・ジャスティスのプラモ進化の歴史について紹介させていただきました。本日の解説はここまでです。ご視聴ありがとうございました。見たい機体などリクエストがあればコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。